目の前に落ちているゴミを拾う、会社の机をきれいに拭く、お客さんのクレームに精一杯対応する、上司の呼びかけに誰よりも早く走っていく。なんか能力の問題じゃないんです。小さいことを積み重ねていく。それが思考停止状態に陥った人が取れる唯一の、そしてまた最高の、そしてまた最良の、そしてまた最善の方法なんです。ペンネーム、自分を変えたい会社員さん、46歳の男性。こんにちは。私は46歳会社員です。40代になってからどうも毎日がうまくいかないと感じています。ご助言をお願いします。まず仕事について。ドラッグストアに勤務して9年になります。中途採用で入社したのですが、未だ仕事がうまくこなせず、生活の時間のほとんどを仕事に費やしている状態です。どうしても周りと比べてしまい、自分は仕事ができないと感じてしまいます。会社は年齢に関係なく、有能な人が出世できるいい会社なのですが、そのため私の上司も若い人ばかりになり、コンプレックスを持ってしまいます。2015年は自分を変えようと会社員からの脱出に取り組みました。しかし会社を辞める勇気はなく、どうにか時間を作って二足のわらじでやっていこうと思ったのですが、結局今の仕事に時間を取られて進むことができず、中途半端な状態で中断しています。以下の3つのうちどのようにしたらいいでしょうか。1つ、他のことに意識をそらさず今の仕事に集中して取り組む。2つ、変わるためには今の仕事を辞めやらざるを得ない状況を作る。3つ目、その他。次に家庭についての相談。単身赴任をして8年になります。単身赴任になる前は妻との関係がこじれており、むしろ離れて暮らせることをよく感じていました。子供が2人おり、学生ですが家族とほぼ交流はありません。生活費を送っていますので、金の切れ目が縁の切れ目といった状況です。このような中途半端な状況は妻や子供にとって良くないだろうし、二重生活のためにお金がかかり、貯金はありません。そこで以下の3つのうちどの道がいいでしょうか。1つ、関係を修復する道を模索する。2つ、離婚をする。3つ、その他。以上、ご意見をお聞かせください。どうぞよろしくお願いします。仏教の言葉に、禅の言葉に両方という教えがあります。両方を忘れる、両極を忘れるという意味です。もう少し分かりやすい言い方をすれば、二元的な考え方を離れるということです。生か死か、右か左か、上か下か。私たちは迷いを生ずるときは、よくこうした2つの両極を比べてどちらに行ったらいいだろうかということで迷います。で、その時に何が自分の中で起きているのかと言ったら、思考の停止です。道は右か左か、それしかないわけではなく、人は優秀か優秀でないか、有能か無能か、それだけで測れるわけでもなく、お金持ちか貧乏か、その基準も何も明確ではなく、二つの
両極端な道というものを二元的に掲げることによってそこにとらわれてしまって、あっちでもないこっちでもない、ああでもないこうでもない、その二つの狭間で大きく揺れ動くんです。で、今自分を変えたい会社員さんは仕事において家庭において2つ質問をなさってますが、これどっちも同じですね。そしてこの3つの中のどれにしますか。1番は今の会社でまた頑張ると。そして2番は今の会社を離れて他のことをやると。3番その他。その他って何ですか。その他は具体的に書いてない。だから3つのうちのどれかから選ぼうと思ってると本人は思ってるかもしれませんが、両方両極というものにとらわれています。つまり会社を辞めるか、新しいことを始めるか、それとも会社に残るか、離婚をするか、なんとか今の家庭を続けていくか、この両方の2つの極端な道の間で思考停止、心が動かない状態になっている、凍りついた状態になっている、居ついた状態になっている。で、心が居ついた状態になっているので行動もまた居つきますね。固まってしまう、そのような状態にあられるのかなと思います。したがってあなたの問題は両極端にとらわれているということ、二つのとてもかけ離れた極端な道にとらわれているということ、それが問題です。そこで処方箋、今の会社で一生懸命続けて頑張る、それとも仕事を辞めて違うことをやる、今の家庭を続ける、それとも今の家庭を辞めて離婚をする、その両極端を離れてください。これが処方箋です。で、その両極端を離れるってじゃあどういうことなのか。あなたは今一つの会社に勤めてるんですよ。あなたは自分で一人の女性と契りを結んで子供を作り、夫であり父親であるんですよ。そのことをその関係の中において今自分が生きているということにもっと正面から腹を据えて一回向き合わないといけない。つまりどういうことかというと、続けるかやめるかではなくて、今そこ、今あなたのいるその場所で、今のあなたのいるその状況で、今あなたのいるその環境で、自分が自分の能力を持って最大の心配りを持ってできることは何かっていうことをお考えになってほしいんです。もう一度言いますけど、今あなたは勤めてるんですよね、会社に。今あなたは離婚してなくて結婚して父親であり夫であるわけですよね。で、その関係の中において今の自分っていうものが何ができるか。能力がないとか、稼ぎが少ないとか、家族とうまくいってないとかということではなくて、あなたはあなたができることを
小さいことでいいので見つけてやってるのかどうかということです。今ここに対して、今その状況に対して、今その環境において、今のあなたのその能力の中でできる精一杯の心配りは何か。一つじゃないかもしれませんけれども、どんなに小さなことでもいいからそれを脳みそに頭をかいて、一日休みの日を机の前に向かって一人静かに絞り出す、考える、それを考え尽くしたのかどうかということを私は聞きたい。どんな職場であれ、会社で行き詰まるということの、その会社を辞めたいと思うことは、最大のきっかけは人間関係なんです。給料とか環境とかいろんなことありますけど、やっぱり人間関係なんです。で、人間関係というものの秘訣は何か。また誰かと結婚をして、その結婚に、この結婚は正しかったのか正しくなかったのかとか、これで本当にいいのか、そういう問題が頭を持ち上げてくる時の一番の原因は何かというと人間関係なんです。その家庭内での人間関係の最大の原因は何か。会社での人間関係、それから家庭での人間関係、これは違うことのようでいて違わないんですね。人間関係というのはあなたが周りと作っている関係なんです。あなたが家庭に行こうが会社に行こうが、その他他の団体、他の集団に所属しようが、あなたが人間関係におけるマイナスの要因を持って移動し続ける限り、それはどこに行っても同じ問題が発生するということ。私も長いことこういうご相談を受けていて、また自分自身の経験も含めて振り返ってみるときに、人間関係というものがこうしてうまくいかないということの最も大きな原因というのはどこにあるのか。今ここの自分ができること、今ここ私が心を尽くして当たれる何かというものに対して、その小さいことに取り込もうとしてないということなんです。そこで遠くを見て、高きを見て、また周りを見て、それと比較して今の自分というものがとてもちっぽけなものに思ってしまう。今の自分というものにできることがないと思ってしまう。あなたの周りのどんどん出世をし続けている若い人たちはあなたではないわけですね。あなたの家庭の奥さんとか子供たちにあなたとの関係を修復する鍵というものは今ないわけです。あなたが自分ができることを見つけて、それが何か、どうしたらこの人たちと関係が作れるかということに心を配るということを考えてください。何度も言います。あなたは仕事ができないんではなくて、あなたにできる職場に対しての貢献、あなたにできる精一杯のお客様に対しての貢献を考えていないっていうこと。奥様との関係がこじれているんではなくて、あなたが奥様に対して、子供たちに対して離れていながらもできる最大の心配り、愛情は何かということ。
それをね、一回真剣に問うてください。くれぐれも大きいことは考えない方がいいですよ。小さいことできないんだから。小さいことができてないんだから。目の前に落ちてるゴミを拾う。会社の机をきれいに拭く。お客さんのクレームに精一杯対応する。上司の呼びかけに誰よりも早く走っていく。なんか能力の問題じゃないんです。そういう小さいことを積み重ねていく。それが思考停止状態に陥った人が取れる唯一の、そしてまた最高の、そしてまた最良の、そしてまた最善の方法なんです。私の大好きなスポーツ選手にイチロー選手というのがいらっしゃいます。イチロー選手の名言でこんな言葉があります。小さいことを積み重ねていくことがとんでもないところに行く唯一の方法だ。言葉はその通りじゃないかもしれませんが、そのようなニュアンスの言葉があります。禅の言葉、両方。あれかこれか、あっちかこっちか、1番か2番か3番かではない。今ここ、今あなたができることを、小さいことを心を込めてやってみる。そこから全ての突破口が開けてくると思います。応援してます。頑張ってください。